でのスマホ回線問題はもう全部まるっと解決です。こんにちは、わきです。先日1週間ほどニューヨークに行ってきたんですけども、久々の海外ということもあっていろいろと準備時間かけて調べていったんですよね。いろいろと現地で便利に使えたものあるんですけども、その中でも一つもうこれがあってよかったっていうものがあったので、これ個別にご紹介します。それがこのスマホの通信回線 eSIM でございます。僕はこの日本にいる時のメインの回線も eSIM 使ってるんですけれども、数年前まではあまりこれ普及してなかったと思うんですよね。海外に行く時なんかもこの SIM カードを抜き差しして入れ替えて使っていたりとか、あとはこの Wi-Fi の端末を持って行ったりとか、そういうことしてたと思うんですよね。でもこの eSIM が使えるようになって、もうそういった面倒な手続きが一切不要になるということなんですよね。前置きが長くなってしまいましたけども、今回僕が使用した eSIM、オラフライというものでございます。これね、いろいろ調べてみたらね、めちゃめちゃ安いんですよ。今回僕が使用したのはアメリカ向けの7日間データ無制限のプラン。これが3400円でございます。もう一回言いますよ。7日間データ無制限で3400円です。めちゃめちゃ安いでしょ？今までのこの Wi-Fi の端末とかだと、機器のレンタル費とかも入るので、なんか1日2日でもそんぐらいの金額いっちゃうと思うんですよ。で、本当に使えるのと思って、万が一使えなかったらって時のために、予備の回線、別の eSIM もう一社ね、用意はしていったんですけども、一切それ不要でした。もうこのオラフライの1回線だけで、丸々使えました。でも eSIM って難しいんじゃないのって思うかもしれませんけど、これめちゃめちゃ手続きも簡単だったんですよ。まずはこの申し込みたいプランを契約してしまって、そうするとメールが届きました。ショートメールかな？ショートメールが届きまして、そこにある URL をスマホからポッとタップしたらば、もうすぐにね、eSIM 使えるようにアクティベーションが始まります。それも指示に従っていくだけですんなりと手続き終わりました。で、これは日本にいる間にやっておいた方がいいと思います。で、日本にいる間にやっておいても、その現地に行って現地で通信を始めない限りはサービスがスタートしませんので、安心して日本で手続きしてください。僕は念のため、このモバイルデータ通信のオラフライの回線を一度日本ではオフにしておきました。で、ニューヨーク、現地に着いて、もうね、飛行機が着陸したと同時ぐらいに使えるのかなと思って、その eSIM の切り替えをしてみたんですよね。で、その時にはそのオラフライの eSIM を有効にする。で、念のため IIJ の方をオフにして主回線をオラフライに切り替えました。そこまでやらなくてもね、本当に現地に着いて電波を拾えば自動的にそのオラフライの回線がオンになると思います。なのでもうそれね、着陸してすぐにそれピッピッてやってみたんですけど、すぐに回線使えるようになったんですよ。まだ飛行機に乗ってる間に回線使えるようになって、LINE を送ったりとかっていうことができちゃいました。めちゃめちゃ簡単だったんですよ。で、そのめちゃめちゃ簡単すぎて、現地に行っている7日間の間っていうのはもう普通に日本にいるのと同じようにスマホが使えてしまったので、特にね、便利だなとかっていう感覚すらなかったんですよ。当たり前すぎて。でも帰国してみて改めて思い返してみると、今回の旅で何が一番便利だったかなと思ったら、このオラフライの eSIM だったんですよね。で、データ無制限ですから、本当はね、その現地に同行している友達と LINE 内でやり取りができればそれだけでね、用は足りたんですけれども、他にやっぱ旅先でいろいろ調べ物したりだとか、あとは写真撮ったものを SNS にアップしたりとか、それだけじゃなくて無制限ですから、ライブ配信をやったりとか、動画を見たりだとか、そういうこともね、もう何の心配もなく、何も気にしないで普通に使えました。あともう一個便利だったのがニューヨークの地下鉄ですね。今ニューヨークの地下鉄っていうのはオムニというシステムが普及しておりまして、もうスマホのタッチ決済、これで地下鉄乗れちゃうんですよ。僕の場合は iPhone なので Apple Pay ですよね。Apple Pay でもスマホピッとかざすだけで地下鉄改札通れちゃうんですよ。こういったオムニのシステムっていうのもやっぱり通信は使うじゃないですか。なのでこういった eSIM が入っていると、もうそういった地下鉄もそのままストレスなくピッと
問題なく改札通れちゃうっていうことですよね。ということでこの eSIM の便利さ、そしてこのオラフライの価格の安さ、しかも安定して使えたよというこの感動を皆さんにお伝えしたいと思って一本の動画にまとめました。で eSIM を使いたい場合っていうのは対応機種だったりとか、あとは SIM ロック解除が必要だったりとか、いろいろと制限がございますので、まずはご自身で使っているスマートフォンがこの eSIM に対応しているかどうかチェックしてみてください。今回僕はアメリカで使いましたけども、世界中いろんな国で使えます。それと検索窓にオラフライって入力すると、検索候補の中にクーポンっていうものが出てくると思うんですけども、そうなんです。クーポン使えるんです。で、この動画、ブログを見てくれた方には僕から発行するこのクーポンご利用ください。これで海外でのスマホ回線問題はもう全部まるっと解決です。